はい、こんにちは、梅野です。本日は雨の日のアジサイを撮っていこうと思います。はい、これまでに2本アジサイの動画を上げさせてもらったんですけど、1本は単純にアジサイの撮り方と、もう1つは3分割構図を使っての撮り方について動画を上げさせてもらいました。ただ両方の動画とも僕が望遠レンズを使って撮影していましたので、望遠にテレコンつけて、400mm の焦点距離であったりとか、そういうので撮ってましたので、なかなかカメラを始めたばっかりの方でそんな焦点距離のレンズを使っている方いないと思いますので、今回は、この広角レンズと、あと 50mm の単焦点レンズを使ってアジサイを撮っていこうと思います。はい、1枚目は、ここから広角レンズで撮っていきます。今回使っていくレンズがタムロンの 17mm35mm2.8-4 っていう、超広角ズームレンズになります。ここから狙っていきまして、まず、ここ上と下で2分割に分けるのと、で下のこのアジサイのラインを三角構図で入れて撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。全体的にピントを合わせたいので F 値は8に設定しました。でこの場合でシャッタースピードかなり遅くなるので、ISO感度400まで上げてシャッタースピード30分の1秒、ギリギリ手ぶれしないシャッタースピードにしています。で露出はプラマイ0で今回撮っていきます。ではこの設定で撮っていきましょう。はい、こういった写真がこんな感じになります。上と下がアジサイの道と、で上半分が木と空の、ちょっと明るい部分で、これを真ん中で分けて2分割の構図にしています。で下のアジサイのラインがこの広角レンズで撮るとこうなんていうかな、細くなっていきますので、これが三角構図にすることができます。で三角構図にすると奥行き感っていうのをすごい表現しやすい、パーツが効きやすいので奥行き感を表現することができます。で今回は2分割と三角構図、これを合わせて撮ってみました。じゃあそしたら次撮っていきましょう。はい、次は縦構図で撮っていきます。アジサイのこのライン上ですね、このライン上に自分が来るように来まして、でここをね縦構図で撮っていきます。でパッとねこうやって撮ってしまうとアジサイの街道って感じでパッとしないんですけど、ここに、手前にアジサイがありますので、縦構図の3分割の左下にここを入れます。でこのアジサイのラインでこっち側のライン、これまたさっきの三角構図と同じでパーツが効きますので、3分割の左下にメインの被写体で、左上のところにこのパーツの消失点っていって、この執着するところ、ここを3分割の左上に入れて撮ってみようと思います。はい、カメラを設定していきます。ここはちょっと背景をボケさせて撮りたいので F 値は 4.5 に設定しました。でその場合でシャッタースピード50分の1秒出てますので、手ぶれしないので ISO感度は100で OK です。でここちょっと明るくなりすぎるので露出値はマイナス 0.7 に設定して撮っていきましょう。はい、こういった写真がこんな感じになります。まず3分割の構図で配置しまして、3分割の左下の交差点にピントを合わせたメインのアジサイを置きました。で背景の部分はこのアジサイの並木をまた三角構図と同じ状態でパーツを効かせて、でパーツの先の消失点、線が収縮する先を3分割構図の左上に配置して撮りました。3分割とちょっとこのパーツの効いた分を複合的に使う感じなんですけど、そんなに難しくなくて
ちゃんとこの立ち位置をですねしっかり見つけて撮ってもらうと、撮ることができる写真になります。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていこうと思います。あそこにちょっとなんていうかな、レトロな橋というか古い橋がありますので、あれを背景に入れて撮っていきたいと思います。で、手前に綺麗なアジサイが咲いてますのでしゃがんできまして、ここも縦構図で切り取っていきます。で、縦構図の3分割の右下の交差点にアジサイを配置して、で左上の交差点とラインのところに向こうの橋を入れて、取っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。後ろの橋も撮りたいので F 値は11に設定しました。この場合で、シャッタースピードが40分の1秒出てますので手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で、ここも露出をちょっと下げましてマイナスの 0.7 で撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。3分割の右下の交差点にアジサイを配置して、で左上の交差点とこのライン上にちょっと古びた橋を配置して撮ってみました。で、手前のアジサイがすごい鮮やかな紫色をしてまして、で奥はもうシックな色なので色の対比にもなりつつ、奥行き感も出せた写真になったんじゃないかと思います。そしたら次は50mm の単焦点に変えて撮っていきたいと思います。はい、次は 50mm の単焦点レンズで撮っていきたいと思います。せっかく F 値が明るいレンズなので、F 値低めにして前ボケを使って撮っていきたいと思います。で、狙っていくアジサイは先端にあるアジサイになってまして、で単純に前ボケを狙うんじゃなくて、こことここのアジサイでちょっとこう向こうのピントを合わせるアジサイを囲んであげるような配置で前ボケを作って撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。開放 F 値は 1.8 なんですけど、ちょっとだけ絞ってあげた方が画質も良くなりますので F1.8 じゃなくて 2.2 に設定して撮っていきます。で、この場合で、シャッタースピードが400分の1秒出てますので手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で、露出値はマイナス 1.3 に設定しています。ちょっと明るいっていうか F 値低くしすぎるとどうしても明るくなってしまいますので、ちょっとこの雨が降っている雰囲気が出ないので 1.3 に下げて撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。前ボケを使いつつ3分割の左上の交差点にピントを合わせたアジサイを入れて撮ってみました。で、ちょっとこのなんていうかな、単純に前ボケ作るんじゃなくてこの囲んであげるような、フレーミングみたいな感じで撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、ここに一輪だけ咲いているアジサイを、日の丸構図で撮っていこうと思います。で、こういう形で日の丸構図で撮るよりもハイアングルから日の丸構図で撮ってあげることで奥行きっていうのが均等に出しやすいというか、なんていうかな、こうグラデーションで、綺麗にボケてくれますのでハイアングルから日の丸構図で狙っていきたいと思います。で、この時に、こう撮るじゃないですか。で、この地面は入れないように撮っていきます。なんでかというと、もうシンプルに汚いですよね。なのでアジサイとで葉っぱで隠れるように。で、隠れない場合はもう F 値を低くしてボケさせるか露出を下げて地面を暗くして、汚い感じが見えないようにして撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。背景を、ボケさせて被写体を浮き上がらせて撮りたいので F 値は2に設定しました。あと先ほども言った、地面ですね。地面が
若干映り込むので F 値2まで下げてもう完全にボケさせて見えにくいようにしていきます。この場合でシャッタースピードが250分の1秒出てますので手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で露出はですね結構下げてましてマイナス 2.0 になってるんですけど、これも先ほど言ったこの地面を消すという意味合いで暗くして地面を消してアジサイとアジサイの葉っぱ、綺麗なところに目が行くように撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルな写真で、日の丸構図で被写体をど真ん中に置いています。で日の丸構図で撮るときもこのハイアングルから撮ったりとか F 値をどれぐらいにするかっていう工夫で被写体をこう浮き上がらせるような立体感のある写真を撮ることができます。今回ですとこの真正面から横に真正面から撮るんじゃなくてアジサイの真上に来てハイアングルから撮ったことと F 値を2に下げて撮りましたのでアジサイのところにはピントがあってで後ろの葉っぱのところはもうボケてでさらにその後ろの葉っぱはよりボケてっていう、段階的に綺麗にグラデーションが出ましたので立体感を出すことができています。はい、今回は、単焦点レンズと広角レンズを使ってアジサイの写真を撮ってみました。普段使っている望遠レンズだけじゃなくてもっと、50mm とか結構持っている方も多いと思いますのでもうちょっと参考になったんじゃないかと思います。ちょっとね雨足がだいぶ強まってきましたので今日はそろそろ帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。